気楽に行きましょう。新トリロジー新年一発目の撮影ということで、で今まで井上さんがヨガやってくれたり、野口くんが、ね、いろいろ作ってくれたり、で今日ね私がちょっとまた体の講義を今日ねちょっとやろうと思ってるんだけれども、一般の人って肩こりとか、腰痛とかについてやっぱ知りたいんじゃないの、こんな肩こり腰痛って実はあんまり教えたり伝え、どういうことかって伝えたことなくて、で今日だけど一応やるのここにも書いてあるけれども、検査では何にも出ない、ただむちゃくちゃ痛い、腰で肩こりなんかも絶対レントゲンとかでも出ないで、そういったものっていうのはじゃあどうしたらいいのっていうのがね、ちょっと説明できればなっていうふうにね、思います。なんで起こってでじゃあそれをどうやって治していくのか、っていうところをやっていきましょうか。新トリロジーは40代50代からの健康を心と体とスパイスのスペシャリストがちょっと変わった角度からお伝えするチャンネルです。お気軽に楽しんでください。はい、今日やるのはここの2番の痛みについて、慢性的な痛み、繰り返して起こる反復ストレスって書いてあるけど、例えば歩き方がおかしくて一回一回ちょっと足首関節を変にねじってて、本当細かく損傷していって炎症を起こすよとか、デスクワークなんかもそうだよね、ずっと下向いてると頭の重みがずっと首にかかってきて、肩こりにね、そう反復して起こるストレスとか持続的にかかるストレスって書いてあるけれども、こういった無意識的な自傷行為、あと持続的にかかるストレスってどういう力が組織に働いているかというと、圧縮力って言って圧迫されてる、それから伸長力って言って伸ばされる力、あと先断力って言ってなんか引き裂かれるような力がずっと働いてると痛みが出てくる。でじゃあこの痛みを取っていくには治療者っていうのは何をやるかっていうと、ここに書いてあるけど、治療とはそこにかかる力を変えること。物でもできる。そう、物でもできる。我々治療者がやるようなことっていうのはこの真ん中に書いてある。なるほど。治療者は真ん中なんですね。そうでプランって一番右側に書いてあるけど、これはこういうことを指導していく。我々治療者っていうのは全てできなきゃいけない。ただその場に来た人の体をなんか触ってするだけではなくて、もうちょっとホールバランスで見ていくっていうことが必要。私はこういう感じでやってる。できないものってやっぱあるんですよ。ここに PRP 注射とかって書いてあったりとか。いろいろそういった外科的なものっていうのはやっぱりこの辺りだと自分も整形さん 2,3 件してるから、そういうところで紹介して回したりとか、あと、一番左に書いてある例えばインソール、シューズ、ソックス、テーピング、サポーター、この辺ぐらいまでのことはもう本当に網羅してます。みんななんかいや俺はそれやんないからとか、うちはこれに特化してとかってやってるけど、この辺っていうのは常にやっぱ勉強して知ってなきゃいけないっていうのが本当の治療者。治療者によってでも得意分野が違ったりっていうことはやっぱりもちろんありますあります。これが今までのね、その痛みに関しての考え方なんだけど、今日それプラスでもうちょっと面白いお話というか、井上さん一回ちょっと聞いたことあるかもしれないけど、ここに書いてある、聞いてますけど感覚って何のためにあるのでしょうかっていう、そういうまず質問があって、これもみんな見てる人もちょっと考えてもらいたいんだけど、人間にはこの基本的な五感っていうね、この図を見てもらうとあれだけど、視覚、触覚、味覚、聴覚、嗅覚って言われる五感、これ有名な感覚だよね。それプラスこれは全然これも有名というか解剖生理学的には当たり前のことなんだけど、前庭覚って言って、平行感覚を感じている器官、感覚。あとは固有覚って言って、入力される方っていうよりかは出力側にも回るんだけれども、筋肉の中にも触覚みたいなセンサーみたいなものが、それが固有。それが固有覚、筋肉の固有覚っていうんだけど、例えば寒かったら勝手に筋肉ギューッと縮まったり、例えばこうやって姿勢作ってる時も、
別に野口君例えば今背中に力入れなきゃって感じてないんだけど、ちゃんとこうやってしてるっていうのは、これ筋肉の固有角が、こういうふうにお尻からこのぐらいの圧力だったら、背中の筋肉はこれぐらいのトーンでいれば座ってられるなっていう、そういったことを実は、それがないとやっぱ転んじゃったりするんですか。そう自然に働く感覚ですか。自然に働いてる感覚、前庭角、固有角で、この触覚は両方ともにこう交わるんだけど、この前庭角、触覚、固有角っていうのは基礎感覚って言って、一番こう進化の過程でもともとの生物だった時からある古い感覚で、これが人となってだんだん進化していって、この視覚、聴覚、嗅覚、味覚っていうのが出てきてる。このいわゆる五感って言われる、これすごくねみんな知ってるし重要っぽく感じるけれども、実は視覚とか聴覚、この5つはなくても運動ってできるんですよ。目が見えなくても、耳が聞こえなくても、鼻が聞かなくても、味もしなくてもできる。ただごめんなさい、基礎感覚だから触覚は基礎感覚に入るから、ただこの触覚、前庭角、固有角っていうのがないと、運動って絶対できない。転んじゃったりね、歩けなかったり。分かりやすく言うと、このバットでぐる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 って回ってた後にまっすぐ歩けますかっていうやつあるじゃない。あれこうやってうわーってなるじゃん。あれは前庭角がやられちゃってるから。あとこう足がしびれてる時に立てない。ありますね。なるじゃん。そう、正座してて、あれは足の裏の触覚がおかしくなってるから、正しく固有角って言って筋肉もどういう収縮をしてか分からなくなってるっていうところで立てないんだけれども、だからよりこう大切なのっていうのはこの五感よりもこの原始的な前庭角、固有角、触覚、この3つ、この3つっていうのがより実は大切な感覚。なるほど。っていう話。今までの話を聞いてて、問題なんだけれども、感覚があるから何と何が隔てられて、感覚があることによって何とかが生まれるっていう。野口君これ何が入るか分かる？感覚があるから、そうですね、自分かな。自分と何かが対象のものが隔てられ、感覚があることによって自我が生まれる。おお、素晴らしいですね。すごい、さすが。そう、野口君もさらっと一回ねこんなお話をしたことがあるんだけど、井上さんこれね一回セミナーでなんかね、ヨガの生徒さんにね話してくれてお伝えしたことあるけど、これ正確な言葉でいくと、次のページのここに書いてあるのかな、この横のちっちゃい字にあるからけれども、感覚があるから自分と外界が区別できる。自分と自分以外がこう自分なりに区別ができるために感覚器があって、その感覚が全てうまく統合してあることによって、この自己所有感覚っていって、要するにこう自我っていうものが生まれます。逆に言うと、感覚が上手に働いていないとどうなるかっていうと、この恐ろしい絵あるけれども、恐ろしいね、これ感覚がないと私自身っていうのが感じられないっていうか、軽いものだとそういうものって違和感、あと自己所有感覚をここに失うとって書いてあるけれども、これ本当に痛みにつながります。慢性的な痛みに。だからここにも書いてあるけれども、痛みは繰り返される外力だけが原因じゃない、この感覚器っていうのが上手に働いてないとこういうことになっちゃうよっていうね、そういうお話。一番すごく分かりやすく言えるのが、動物園の動物、本当は動物って本来こう広い草原にいて、でなんか食べ物探さなきゃ、敵が来たら逃げなきゃとか、いろんなそういう危険にさらされながら、もう必死で生きているんだけど、動物園ってある程度もう本当に過保護になっちゃう
でそういうことも考えなくていい、で全部のそういうものが与えられたものになっちゃうと、これもまたこうやっぱり自己所有感覚っていうのが失われていっちゃう。そうすると情動行動って言ってここに書いてあるけど、同じ場所をぐる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 回ったりとか、動物園の動物ってそう病んでる動物ってそうなんだけど、あと首をずっとこうやって動かしてたりとか、あれ何をやってるかっていうと、こういう情動行動をしていないと、なんかとりあえず動いてないと私らしさを感じられなくなっちゃう。こうやってグリングリンやってるのも、自分でこう平行感覚を入れてったりとか、あといろんな方向を見て何かをこう入力していないと、なんか自我が保たれない。だ人間でいうと、貧乏ゆすりとかもそうだし、たまにこう癖でこんななってる人とか、チックとこうなっちゃうとか、ああいったのもなんか自然とこう脳が何か感覚を入れたがってる。それが究極いくとやっぱり痛みにつながるよっていうね、そういうお話で、この私が大好きな次のページ大好きなんですか？そう、このね、恐ろしい絵が出てきたゴンドラの猫っていうね、これが私のこれ人生の教訓みたいなお話なんだけど、これは1963年になんかドイツだったっけな、どっかで行われた実験、今だったら本当に行われた実験、これ絵で見てもらうと分かるけれども、右側の猫ちゃんは自分で歩けるよね。で、この猫ちゃんがだからもう一方方向にしか動けないから、これぐるぐる回るんだよ。そうすると左側の猫ちゃんは自然にこう進むよね。内側の柱にも外側の壁にもしましまがあるから、左側の猫もそのしましまの移動によって進んでるような感じはあると。でこれをもうどれぐらい長いこと入れてるのか分かんないけど、ずっとこういうところでこういう生活をずっとさせてる。でしばらくして離すと、右側の歩いてた猫っていうのは最初こうよろよろしてるんだけれども、そのうちちゃんとした元の生活ができるようになる。ただこの左側の猫、これは何が違うかっていうと、自分で歩いてなくて、景色だけ見てた猫っていうのはもうずっと歩けない状態になっちゃうよっていう。でこれ何を言ってるかっていうと、これ医学用語でもよく言うんだけど、アクティブパッシブっていう表現があって、アクティブっていうのは、能動的、自分で動く、でパッシブっていうのは受動的、与えられてる刺激、運動しながら得る感覚っていうのがやっぱ重要で、だから要するにこう歩くみたいな出力っていうのは非常に大切、そういったことが分かる。でこれはやっぱこう耳もそうだし、何でもそうなんだけど、やっぱりこう受動的って言って与えられてる刺激っていうのは全然その猫ちゃんにとっても良くないし、自分でこう出力って言ってね、自分で行動して自分で刺激を得る。で自分もこれすごく思ったんだけど、自分もよくいろんな人にいろいろ知ってるねって言われるけれども、そういったのって多分こうやっていろいろな人に話すから知ってて、これなんか情報だけ覚えてっても、自分でやっぱりこう出力しないとそう覚えてないっていうか、だから定期的に自分もこういう出力の機会を与えてもらえると。さすがです。例えば、そのお家でずっと YouTube とか、チャット GPT ばっかりをこうやるっていうことが、今の世の中だと簡単にできちゃうじゃないですか。でもそうすると体も動かさないし、かつ考えることもしないっていうことが起こると、この話じゃないですけど、やっぱり障害がすごく出やすい状況なのかな。出やすいです。だからやっぱ情報もどんどんいろんな入力ねするんだったらやっぱ動かなきゃいけないよね。自分からこう、実際にこう体を使ってやっていくみたいなことが自分から情報もキャッチしていくっていうかね、動いてキャッチするっていうか、ね。なんかね、アルツハイマーの老人がいて、そうじゃない老人がいるっていうので、でなんかこう犬の散歩、犬を飼ってる老人、結局外に出るじゃないですか。でやっぱ話したりとか
挨拶したりとか、知らない人もそうだし、そうだよね、運動するし、そう歩くし、犬と一緒に歩くし、犬の世話もする、もう全然アルツハイマーになる率が違うっていう。そうなんですね。やっぱ犬飼うだけで違うとか、やっぱ外に入れて挨拶するとか、そういうことをするっていうことがやっぱ大切だっていうのはつながりますね。本当ね、世話をするってむちゃくちゃいいんだよね。でこれは例えば動物を比較した時に、鳥ってすごく子育て一生懸命するんだけど、鳥の脳って他の動物の脳に比べて、鳥ってむちゃくちゃ頭いいじゃない。カラスとかも会話もしてるし、鳥は話ができてる、話をしてるっていう、なんかすげえ研究してる人いるんだけど、そうだからやっぱね、あれって子育てしてるからっていうか、育ててるから。であとはね、自分も子どものトレーニングとかよくやるけれども、じゃあ何年生とかって分けてやるんだけど、そうじゃなくて1年生から6年生ぐらいまで入れて、6年生と1年生ぐらいのチームにして、何か作戦とか立てながらやるトレーニングっていうのが一番こう本当に脳にいいというか、それはお世話をするじゃない、6年生の人、世話をするされるっていう関係性ってすごくやっぱいいみたい。そうだからね、野口君本当にみんなで犬を飼いましょう。これからね、ちゃんと健康的になりたかったら何か飼ってるっていうのはね、年取ったらね、いいかもしれないね。確かに鳥とかでもいいしね、なんか飼ってるのはいいこと。だから鳥だったら餌持ってきてくれるかもしれない。世話される方なるほどね。楽しい。それでこの上の2枚の写真は、これ、ここの院で私がやってることだけど、こういったのってさっきも言ったけれども能動的じゃないんですよ。アクティブパッシブで言えば、パッシブで与えられている刺激、だから人にいくらマッサージされようが、ここの筋肉硬いから痛いですねって言って、こんなストレッチしてようが、一過性にはいいかもしれないけれども、何にも解決しない。でこの後に自分で、ね、運動してくださいとかだったらいいんだけど、あと下の絵もなんかこうマシンで決まったこう軌道でなんかこう人に支えられてみたいな、こんなトレーニング方法だったら、もう本当にこれかえって体ぶっ壊れちゃうんじゃねえのっていうぐらい、やらされている運動になるので、そう自己所有感覚っていうのも全然育たないし、あんまりいいことではない。結局こういうところで治療なんかしてもその後に絶対運動っていうのはマストになるし、その自分で動いてる感覚で自分を養うっていうのかな。でこれも面白い話なんだけど、これホムンクルスって言って、これ知ってる？知らないと思うんだけど、これなんだ解剖学だか生理学だかなんだか分かんないけど、教科書がボンと出てきて、その中にこの絵はどっかしら絶対書いてある、みんなこう知ってるんだけど、これ何を表してるかっていうと、多分これ右が運動、左が感覚で、これ脳の断面図なんだけど、そう脳の面積にしたらだいたい手の部分はこれぐらいだよね、とか、そういうことがこうやって書かれてる。要するに微細に動くところの、運動とか感覚のところっていうのは、脳の中で秘めてる割合が大きいよとか、見るとね、顔も大きいよとか、それに比べて腰とか足はちょこっとある方だけど、手に比べるとやっぱ足は小さい。もっと言えば背中とかどこだよみたいな、要するにここで表せないぐらいこのボディの部分っていうのは小さい。これは何なんですか？感覚監視なんですか？いやこれ右が運動、左が感覚。左が感覚。運動と感覚。別にだけどそれが脳みそで分かれてるわけじゃないけど、面積としたらこういうところだよっていうね、そういうのを表してる絵がこれなんだけど、でこれすごく面白いのが、これでじゃあまず右の絵から説明していくと、これお猿さんの手、こっちで見た方が分かるかな。で一番上が普通のお猿さんの手で、
そうするとこの例えば、これ小指、薬指、中指、人差し指、親指、これがこうやって脳の中でもこうやってきれいに分かれてるのね。これが、小指の領域だよ、薬指の領域だよ。これを3番の指を切っちゃうと、その3番の指の領域っていうのがなくなって、2番と4番がこうやって大きくなるみたいな。じゃあこっちの一番下は2番と3番になんかこう触る刺激をずっと与え続けてる、感覚を与え続けてると、感覚を与え続けてるところは大きくなる。でこれ右のこっちの白黒の方の絵は、弦楽器をやる人と一般の人の指の神経感覚の支配するところの大きさなんだけど、弦楽器やる人の方が一般の人よりもこの領域が大きい、あと領域が大きいだけじゃなくこうより細かく分かれてるっていうの。例えば普通の人がじゃあ薬指だったら薬指って領域があったとしたら、弦やる人だったら薬指のここの部分がここ、ここの部分がここ、すごく細分化されてる。で細分化されてればされてるだけやっぱ運動のパフォーマンスはいいし、痛みにも強い。で動かしてないところはさっきもここで言ったけれども、なくなっちゃえばなくなっちゃうし、動かしてないところっていうのも一体化されてったりとかってしてどんどん小さくなっていく。だからこういう生活を私もしてますけれども、ずっと寝てぼーっとしながらやってるっていうと、これ良くないってことなんですね。そうこれがどんどんまとまってきちゃうっていうか、感覚が大雑把になっちゃうというか、感じられなくなっちゃうってことです。運動もだから細分化されない、動かなくなっちゃう。だからこう動かなくなると脳の中でも一体化されちゃうから動けないっていうね、ストレッチしないから硬いとかっていうものもあるかもしれないけれども、それだけじゃない、脳がまとめ化とかっていうんだけど、まとめ化されちゃうとやっぱ動けなくなる。まとめ化、だからこうストレッチだけじゃなく普通に運動してるっていうかね、それだけでも体ってそこそこ柔軟性がつくってわけじゃないけれども、ここであれですけど、どういう運動がいいんですか？いい質問。これ最後そこに行きますか。楽しみです。これは来週か2回に分けるかね。そうなんですよ。これ最初感覚のね、じゃあ原因は何だって、こういう感覚が原因だよってお話をして、で結局じゃあ運動が大切だよっていうお話なんだけど、じゃあどういう運動がいいのかっていうのは次週。でも逆にその体を使っていけばいくほど、その脳が感じる感覚も高まってくるし、それがその固有需要とかを高めることにもなって、だんだんその痛みの軽減にもつながりやすいみたいなイメージですか？痛みに強い体にはなっていきます。ヨガとかすごく重要になってくる。ヨガむちゃくちゃいいよね。やろうね。そうだからね、ここに子供のこういう絵があるけれども、うちの子もこういう座り方してますけど、かわいい。でこうやってずっとやってると、この下にもねちょっと書いてあるけど、背中、腰っていう部分と股関節っていう部分がこうまとまってきちゃう。こうまとまってくると体も硬くなるし、こう痛みにもつながるよっていう、そういうお話。だから痛みって筋力の低下や筋肉の硬さが別に原因なわけではない。もちろんそれが原因にはなるんだけど、それよりもそうなっちゃったもともとのもっと根深いライフスタイル、日常生活を変えていくことで、さっきの脳のマップのまとめ化、ここに書いてあるけど侵食っていうのを抑えて、自己所有感覚を高めていくっていうのが、体を使うライフスタイルに持っていくっていうのが本来の治療っていうか痛みを取るという本質。だからこの間も一番最初かな言ったけれども、自分の仕事っていうのは別にマッサージとかね、もちろん外傷の場合はいろんな処置したり、あとあまりにも痛いって言ったらまず痛みを取るためになんかいろんなことをやるけれど、そうじゃなくてこの体を使うことが大切だよっていうね、そういう重要さを伝えていくっていうのが
自分の仕事だと思ってます。このさっきの左の絵じゃないですけど、やっぱり、今の仕事パソコンが多いから結構患者さんとかもやっぱこういう仕事にまつわる人多いんじゃないですか。だけど多いんだけど、結局だけどそういう人に、じゃあ運動しましょう、いや分かってんだけど先生マッサージしてよってなるわけですよ。そこがいかにこうだんだんこう伝えていくかっていうね、それが重要なんだけど、ただねだんだんこう患者さんも理解してるし、運動してくれば理解はしてんですよ。理解はそう、頭の中で動きたいとかヨガしたいとかある思ってるんですよね。思ってるけど、そういやいいからマッサージしてよみたいな人もいっぱいいるよ。とりあえずってでもこのなんか一番根本のことを知っとくとちょっと違う気はしますよね。そう確かにそうですね。そうここにも書いてある本当の答えは日常生活そのものに痛みの原因というのはあります。ちゃんとした運動、適切な栄養的な食事、あと睡眠がしっかり取れてる、このあたりがちゃんとしっかりできていればそんなに強い痛みっていうのは出ないはず。でこの3つのバランスが崩れた時に必ずなんかそういった慢性的な痛みだったりとか、そういったものが出るよっていう、そんなお話でまとめさせてもらいました。で今ね、じゃあ運動するといいんだよっていうお話したけど、じゃあどういう運動がいいのかっていうのはちょっとこの後またやりましょう。あとだけどそんなに長くないから、次のページもう一個あった。こんな画面が体の対話をもう一度始めよう。素敵な言葉。いいですね。痛みは体があなたに送るメッセージです、その声を耳に傾け動きを通じて体と信頼関係を再構築していくことが根本的な解決への第一歩です。そんなお話でした。ありがとうございました。動きましょう。ありがとうございます。楽しい講義でした。